おはようございます。画家のギソです。今日はですね、ちょっとこの缶ボタンを描いてみようと思います。有徳稲荷で、ちょっと写真を撮ってまいりました。こちらをちょっと大胆に行ってみましょう。それでは解説をしていこうと思います。今回は缶ボタンを大胆に、思い切っていこうと思います。水彩の良さを十分に活かして描いていった作品かなというふうに思います。ちょっと手元の拡大の部分とかも結構お見せしていこうと思いますのでお楽しみください。最後までですね。まず水だけで鼻の部分だけをまず水で浸していってます。水で浸していって、鼻の部分でもその中でも明るいところというのは塗り残しています。一番明るいところ、2箇所か3箇所、こういうのデッサン的な考えなんですけど、しっかりと明るい部分と暗い部分しっかり理解して鼻の中だけでもここっていう風に分けて、そしてにじますように、これはですね、ピンクとか、あとは、ローズマダーみたいな色ですかね、クリムソンレーキみたいな色ですかね、という、それは花の種類によって皆さん書き分けてみてもいいんかなというふうに思います。それで水を浸した部分に染み込ませるような感じでしっかりと置きながら、輪郭線というのはしっかり出てくるところは出てきたり、水だけでファーっと弱くなってるところは弱くしたりとかという風にしていってください。で、ピンクとかですね、このピンクは、何でしたっけというピンクですね。っていうピンクを入れてみて、何ピンクでしたっけねっていうのとかを入れながら、ほんの少しずつ色を変えていく。もう同じ色をずっと塗り続けるんじゃなくて、で、いろんな色をちょっとずつ、同じ赤系でもちょっと違いをつけてみたりとかしながら、少しずつそして濃淡みたいな絵の具の濃さみたいなのとかを変えてみたりとかしながら、この 2,3 箇所のところは塗り残すと決めて、水をその周りの部分っていうのは残しておくわけですよね。そういうことができるかどうかですね。で、そしてこれもぐーっと濃く、ここは濃いぞというところはしっかり濃く置いておいてください。なかなか透明水彩の場合って、失敗したら拭き取れなかったりとかしますからね、若干慎重に、でもやっぱ大胆にいった方が面白いところは面白いと思います。引きで見ると、だいぶね、こうやって濃淡がしっかりついてるなと、光の方向みたいなのも分かりますよね。こちらから光来てるなとかっていうのも分かってきますので、そういう。そしてもう、ちょっと同時に葉っぱとかの影の部分も少し描きながら、影と花の中に色が混ざり合ってくるようなところとかも作っていっております。ちょっと青系みたいなんで、ちょっと花の方に青系がちょっと入っていってもいいと思います。そういうのも後で味になってくることもありますので、多少もうかっちり描こうと思う人もいていいんですけど、私はどっちかというとその辺ちょっと緩やかにやっていった方が透明水彩って面白いんちゃうかなというふうに思います。で、緑をぐっと入れて、葉っぱのところも入れていっております。拡大しているものと、そうでない、早送りもちょこちょこ入れてはいきますけども、しっかりと書き込みまでお見せしてますので、お楽しみください。で、ちょっと今、影の葉っぱの暗い部分だけをまず描いていってます。暗い部分ね。で、要は花と同じように、花も全く明るいところは白く塗り残しつつ、みたいな。そしてまた、もう一個花がありましたんで、そちらの方の。今ね、缶ボタンとか、結構写真とか撮ったけど、どうしようかななんて思ってる人いると思うんですけど、ぜひぜひチャレンジしてみられてはどうでしょうか。こちらの方は全体が影になっているので、少しも寒色系、ピンク系からもう少し紫とかにちょっと違いをつけておいて、2つの色をちょっと違いをつけておきました。で、これもやっぱ花の部分だけ水を浸しておいて、明るいとこだけ塗り残しておいております。で、こちらで使った上の方で使った色みたいなのも下の方にもちょっとで、少しなんていうか紙が水が浸してあってにじみが弱くなってきますので、下の方の花も少しいじりながら上も描いていくというような感じで描いていってます。全くカクッと分けるよりは、ちょっとずつ色をなんていうか感じ合わせつつやると、バランスというのはなかなかうまくいくんちゃうかなというふうに思います。若干これ影の中に入っている。私も3年近く YouTube をやりだして、ようやく水彩と真面目に向き合うような感じ。今まではプランニングエスキスとかっていうのが多くて、でもやりだすとやっぱ面白いですね。どんな画材でもなんかね、それぞれの特徴特性みたいなのがあって、非常に面白いな。これはキャンソン紙というのを、B3 の紙をキャンソンボードというのを買って半分に切ってるので B4 というサイズでございます。花どんどんと大きな花。やっぱ面白いですね。バラもいいですけど、ボタンもいいですねっていう感じなので、こういうの本当に水結構乗せてるでしょね。で、水彩透明水彩ってやっぱり寝かせて描いていくっていうのが一般的ですよね。そういう風にしながら
やっぱりこう水の量とかもやっぱり調整しながら描いていくという画材なんちゃうかなというふうに思います。そしてこう葉っぱの方もベターっと単色で塗るんじゃなくて、ちょっとずつこう色も変えたり、こうパレットもちょこちょこ見せつつですね、お届けしていっております。で、今もこう暗いところの葉っぱみたいなので、やっぱ花の方が乾いてないからそっちに緑が入ってくることもあるんですけど、まあご愛嬌ですね。そんなね、あんま細かいこと気にしすぎずにやられていってもいいかなというふうに思います。葉っぱを描いてる時に花が少しずつ乾いてくるぞとかっていうのをちょっと待ちながら、塗り残してるとことベタっと塗ってるとことみたいなのがこの状況だとすごくわかりやすいんじゃないですか。こういったこともぜひぜひ練習してみてください。一応鉛筆では下書きはしてあります。鉛筆薄く F ぐらいで書いたかな、薄く書いてありますもう形が難しいって言ったらもう形転写とかでもいいかもしれませんしね。私はもうこれぐらいやったら別にシューッとある程度フリーハンドで描いていきましたけど、で葉っぱの方を描いていって、上の方は全部が影になってますので、バーっとこう描いていきながら、その時も少しずつ塗り、なんていうか濃さを変えてあげる。そこは難しいですよね。少し濃さを変えてあげたりとかしながら、ちょっと明るい葉っぱになってきましたよね。そして完全にこのぐらいで一回ドライヤーで完全に乾かしてあげようと。時間があられる方は、自然乾燥がいいですけど、ドライヤーも強くギューッと当てるよりは柔らかく当てて、うおーっていう風に当てていった方がいいかなと。ちょっと距離を離してですね、どうしてもこう風圧であれしてしまいますので、でまたちょっと上の方の葉っぱまで描いていっております。で、影の方の葉っぱも少し描きつつですね、こういう隙間を葉っぱと葉っぱの重なっている後ろの葉っぱみたいなののこういうところを描いていくとかっていう感じだったりしますので、そういう隙間も丁寧に描いていってあげてください。やっぱこの隙間というのを描くことによって、前後というのが出てきます。重なりという方法によって前後関係というのは出てきますので、いろんな方法あるんですよ。遠近法の出し方にも。でこういう重なりみたいなのを意識されてみてはどうでしょうか。でこの時もこうなんかね、水のこう量みたいなのがやっぱりこうある程度しっかりこう水を含ませることによって、そこの中で、絵の具がいろんなこうなんていうか表情を出してくれる。表情を出すって面白いですよね。表情を出すようなことをしていってもいいのかなというふうに思います。また隙間をちょこちょこ描きながら画面全体もいつも見つつ、で花の方が少しずつ乾いてきています。ドライヤーである程度乾かしていますけどね。で、今ちょっとこれ水を塗っていってます。さあ、いよいよこう葉っぱと葉っぱがあって、またその隙間ですね。一番後ろのところというのを塗っていってます。こういうところ、今水だけでわーっと浸して、そこに青っぽい色を、要は背景で一番結構多いのはやっぱ背景とかね、バックとか、そこは結構難しかったりすると思いますので、なんかこう全くこう分けて考えないようにしてください。これすごい大事です。ものすごくこう分けて背景やからとかバックやからって言って分けて考える人多いですけども、ちょっとそうじゃなくて、こちらも大事なモチーフの要素ですよと。で、それがこうモチーフの中でどういうふうに、ものとこうし合うかっていうことを少し考えられていくといいのかなというふうに思います。ね、ちょっと背景周りのところを描いていっているわけでございます。ね、隙間を描きながら。で、塗り残ってきたところっていうのは明るい葉っぱというのが見えてくるんじゃないでしょうか。で、水を多めにしながら塗って、そこからぐっと濃い色も起きましたよね。それによってこう本当に一つの、これはインジゴみたいなプルシャンブルーみたいなのとちょっと茶色とか入れてるかなと思います。そして上の方困ったなと思って、この隙間全部塗るのめんどくさいなと思ったんで、ちょっと上の方だけ今霧吹きで上の方とかっていうのちょっと奥なんで、奥の方っていうのは、全面にこう完全に、葉っぱが乾いた上に霧吹きで塗って大きくドーンと塗りました。もちろん下の絵の具を引っ張って、ちょっとこうボワーっとしてしまうというか混ざってしまったりするところも あるんですけど、その辺はもうええかなと思って、そういう偶然とかも生かしつつ、ちょっと奥に抜けさすような感じというのを出しました。そうすると手前と奥の差みたいなのがすごく出てきますよね。そしてそういうのが乾いていく間に、また今度花の方のデテールを描いていこうかなと。またこう影の中の影みたいなのがぐーっと濃い色を置きながら、少し引き締めにかかっていることが分かってもらえるんじゃないでしょうか。っていう風にこう少しずつこう密度ぐーっとこうしっかりと絵の具を置いていっております。
このようにですね、少しずつですね、密度が上がってきていっているかなというふうに思いますが、花なんかもこういうふうに描いていってですね、難しいですよね。ビューッとこう一つ一つのこう花びらを輪郭をたどるっていうことをしてしまうんじゃなくて、ちょっとこう、外側から決まってたり、中側から暗い色が決まったりっていうことをしていかないといけない。ちょっと難しいですけどね、そういうのができるようになってくると、ちょっとで一番明るいところも今ちょっと絵の具を塗りました。真っ白なところに塗りました。ちょっと濃いですけども、ちょっと塗りました。やばいと思ってこうティッシュで拭き取ってくださいとかね、こんな感じで本当に薄くこうなんかデッサンとかやるときに硬い鉛筆かなんかで微妙なトーンをつけるみたいな感じかもしれませんけど、この辺で一回バシッと乾かしてみようと思って乾かしていきました。大丈夫かなと今指で触りましたよね。そしてちょっとこう明るい葉っぱを描いていってます。明るい葉っぱもかなり黄緑色に近いような感じで、描いていっていることがわかるんじゃないですか。どうですかという感じで、描きながら隙間をしっかりと埋めつつグググググっと濃くしていきつつもググググググっと描いていってますで塗り残ったとこが茎やったりなんやったりっていう風に見えてくるという感じでございます。やっぱこの辺が全体の中で描くところ、そうでないところ、また隙間を描くとかモチーフの中を描くとかっていうバランスをしっかり取りながらやらないと、モチーフだけ描くとか大事なとこだけ描くとかっていう風にしていくとどうしてもねバランスも悪くなっていきますので、やっぱり画面全体の中で絵っていうのは構成されるわけですよね。一つの絵っていうのはそういうことなので、全体をそういう風に見られて進められていけばいいかなと思います。タイムラプスというので少しお見せしていっておりますけども、ちょっとずつ隙間が埋まってきたでしょ。できるようになってきましたね。できますよね皆さんね。これは本当にいろんなここからだいぶアップとかでお見せしていきますけど、これは今筆先に水だけをつけてぐじゅ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 って拭き取っている作業をしてます。ぐじゅ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 。もちろん激落ちくんみたいなのやってもいいんですけど、で激落ちくんをもっとめちゃくちゃ細く筆状にして使ってもいいかもしれませんけどね、なかなかそこまで僕も根気もないので、やりませんけども、筆かなんかでぐじゅぐじゅぐじゅってやって拭き取ってティッシュで拭き取ってとかっていうことをしていって少し明るい、何も塗り残して描いていないとこに薄く塗ってるのと濃く隙間のとこグッと描いてあるのと、またなんか拭き取って微妙な色とか作って微妙なハーフトーンが増えてくるわけです。ハーフトーン増えてくるっていうことでリアリティみたいなものが出てきますので、ただずっと描き続けるというプラスの作業だけじゃなくて、ちょっとそういうことも塗り残すとかね、拭き取るみたいなことも覚えていかれると微妙なハーフトーンを作るのがうまくなっていくんじゃないかなと思います。このやっぱ微妙なハーフトーンっていうのをやっぱり増やしていくということをぜひぜひされてみてください。皆さんねどうですかね。で後ろの花もだいぶ描き出しました。本当に立派に咲き誇っている寒ボタンとかっていうのがね、これ有徳稲荷というところにあったので、ライブ配信では明るい花を描いたんですけど、今回はちょっと暗い、花も描いてみました。ちょっと皆さんのね参考になればと思って、こういったものも描いていこうかなと思います。やっぱ描いてみたらやっぱ面白いですよね。昔から寒ボタンに関しては描いてみたいなというのはちょっとあったんですけど、あんまりなぜか描かないんですよね。描きたいなと思ってても、でももうなんか描ける時間もちょっとそうないかな、少しあるので、チャレンジしていこうかなと、今までやってないこともチャレンジどんどんしていこうかなというふうに思いつつ、細かい描写をジュ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 としながら、完成へと向かっていきました。皆さんもねぜひぜひなんかちょっと近くでなんかそういうのをやってたら、写真撮ってそれを描くとかね、してみてもいいのかな。もちろん現場で描けたら一番理想なんですけど、なかなか寒いですもんね。なんかねちょっとライブ配信でも外でやろうかな思ってて、今これ撮ってるのが大阪にちょっと行く前なんですけど、サインを入れました。めっちゃ寒いっていう週末の情報が出てたんで諦めました。ということでサインを入れてマスキングテープを剥がして完成といたしました。ご視聴ありがとうございました。皆さんぜひチャレンジしてみてください。それでは。